こんにちは、ゼロ重力のフュージンです。今日の動画ではキックスターターを通して購入したスモーク忍者を簡単に紹介したいと思います。このスモーク忍者という製品は PMI ギアが開発しているスモークマシンです。PMI ギアは2021年にもスモークジニーというスモークマシンをキックスターターでファンディングしていて、大成功を収めている香港ベースの企業です。スモークジーニーが大人気だった理由の一つは革新的なスモークマシンの大きさで、従来のスモークマシンは大きくて重かったのに対し、スモークジーニーは片手で軽く持ち運べるという今までにないコンパクトさでした。今年の前半にスモークジーニーを改良したスモークジーニー2023年バージョンが開発され、耐久性と使いやすさがもっと優れた製品としてアップグレードされました。そして今年の9月、PMI ギアが再びキックスターターで発表したのがこちらのスモーク忍者です。すでに革新的に小さいスモークジーニーよりさらに 30% 小さいデザインで、手のひらに簡単に収まるようなサイズになっています。ケースもスモークジーニーの大きなキャリーケースよりかなりダウンサイズしたコンパクトなケースになっています。ではケースの中身を見ていきましょう。まずはスモーク忍者本体。本当に小さいですね。スモークジニーの大きさですでに革新的なサイズだったのに、それよりもさらにこんなに小さくなったっていうのは本当に素晴らしいと思います。サイズが小さくなった代わりにスモークの出力度が下がるのではないかという印象を受けますが、 PMI ギアによるとスモークジニーと同じぐらいの出力を出せるようです。溶液を入れるチェーンバーもスモークジニーと同じ容量になっていて、スモークジニーに劣らない製品になっています。電源ボタンを3回押すことでオンとオフの切り替えができます。これは持ち運ぶときに勝手に電源がオンになることを防ぐことができるので安心です。スモーク忍者ではフォッグ、ドライアイス、スチームの3種類のエフェクトを出すことができて、電源の下のこの3つのボタンで切り替えができます。どのスモークを使うかによって最大出力時間が変わってくるようです。スモーク忍者本体のこの2つの縦線がライフバーのようになっていて、残りどのくらい煙を出せるのか分かりやすくなっています。ライフバーがなくなると3秒ほど使えなくなり、その後1秒ごとに1秒の出力時間が回復するという分かりやすい仕組みになっています。出力1分から2分っていうのは短いと思われるかもしれませんが、 PMI ギアが YouTube でやっている実験によると、2分あれば140平方メートルの大きいスタジオを煙で満たすのに十分すぎるぐらいなようなので問題はないと思います。その代わり風が強い屋外だと苦戦するかもしれないですね。なので風が妨げられる場所でやるか、風が弱い日に使うと良いかもしれません。バッテリーはスモークジニーと同じ18650という特殊なバッテリーを使います。スモークジニーではバッテリーは自分で別途購入が必要でしたが、スモーク忍者はすでに1つついてきます。このバッテリー1個で15分間煙を出せるようです。ただ1個だけでは不安なので追加で 2,3 個買っておこうと思います。本体に USB-C を挿せばそのまま充電できるようになっています。次にスモークに使う溶液ですね。PMI ギアが使うリキッドは植物性グリセリンとプロピレングリコールの混合液で、どちらの物質も食品や化粧品に使われるものなので、髪の毛や肌、服についても大丈夫だそうです。このボトルが 100ml 分の溶液ボトルで、スモーク忍者では約120分間煙を出せる分の容量になっています。次に溶液を入れるチェーンバーですね。キックスターターのサポーターはスペアのチェーンバーをもらえます。このチェーンバーは1つで結構な値段がしますので、2つもらえるのはとても嬉しいです。初代のスモークジーニーではガラスでできたチェーンバーで割れやすいという欠点があったのですが、2023年版になってからハンマーでも割れないように頑丈になって、溶液が漏れる問題も改善されていて、スモーク忍者でも同じチェーンバーが使われています。ちなみにスモークジニーでも同じなんですが、スモークの発生は瞬間的で、従来のスモークマシンみたいに煙が出るまで待ち時間や沸騰時間は不要です。これも嬉しいですね。チェーンバーの上に少し小さいシリコンの部分がありますが、ここを剥がして溶液を入れるようになっています。
使用中にチェインバーが熱くなった時にこのシリコンが紫色からピンク色に変色するようなので、ピンク色になっていたら火傷をしないよう気をつける必要があります。チェインバーの容量は 9mm で、どのスモークを使うかによって使用時間が異なります。チェインバーの容量が3分の1以下になったら溶液を補充するようマニュアルには書いてあります。最後にリモコンですね。スモーク忍者を遠隔操作するのに使います。バッテリーは本体と同じように特殊なバッテリーを使うので、間違ったバッテリーを買わないよう注意が必要です。こちらのジェットチップはフォグとスチームを使うとき、またこのリキッドノズルはドライアイスの効果を出すときに使います。最後にスモーク忍者の横に取り付けれる磁石と4分の1インチのネジ穴をつけれる器具がついています。鉄の壁にくっつけたりとか、ポールを使って高い位置からスモークを出して演出したいときは便利だと思います。スモーク忍者ではヘイズ用の機能はありませんが、100均で売っているようなファンを使えば簡単にヘイズは再現できます。試しにそれぞれのスモークがどんな感じなのか見てみましょう。はい、そんなこんなで今日は PMI ギアのスモーク忍者を紹介しました。そもそもこのスモーク忍者を購入したのは煙を使った浮遊な撮影をしたかったっていうのがだいぶ前からあったからでした。幻想的な作品を見ていると照明にスモークを使った撮影が多く、自分も浮遊写真に煙を使い幻想的な要素を組み込みたいと長い間考えていました。実は今年の初めにもう少しのところでスモークジニーを購入するところだったのですが、8万9万円とかなりの高額だったので購入を躊躇していました。しかしこの度キックスターターでスモークジニーの3割ぐらいの値段で買えて、しかももっと小さくて持ち運びやすいスモーク忍者が開発されたと聞いて、迷いもなくキックスターターに投資することにしました。今後撮影に使うのがすごい楽しみです。キックスターターのファンディングはすでに終了していますが、今後ペアギアみたいな代理店でも発売されるんじゃないかなと思います。もしこのスモーク忍者の使い始めてからの感想だったりとか、そういった動画をやってほしい場合は、ぜひチャンネル登録をしていただいて、下にコメントや質問を残していただけると幸いです。このチャンネルでは浮遊写真の撮り方や機材紹介、一般的な写真の話の動画を上げています。SNS でも今画面に映っているような合成なしの自撮り浮遊写真をたくさん載せていて、今後スモーク忍者を使った浮遊写真も載せていこうと思いますので、ぜひそちらの方もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。Hope you have a great day and I'll see you in the next video.